し込んでるね。こいつ何マジで。こういう出会いをしたの。それが一番通じるんだよね。たまにこういう日もあるんだよ。何これ面白いな。何の画像だよ。キャラクター統一してるんだよ。尻と尻を合わせて。まともな人が寄ってこない。本名だから。待って、左から来た。そもそも虫を輸送できるのか。全部乳首隠してるから。人生でアイドル活動したことないからな。アイドル活動、アイカツ。アイカツは子供向けの作品だから、日本語を勉強するためにアイカツを見ているんだ。日本語の勉強でアニメ見てるんだ。アイカツってカードゲームじゃないかな。アイカツはカードゲーム機として始まった。子供が見るような番組だから、日本語優しいのかな。そうそう、語学を勉強するときに子供番組を見るのはとても役に立つよ。それ大事かも。日本の子供が最初に見るアニメだからね。アイカツは面白いね。これまで150話まで見たよ。アイカツよく見るな。アイカツのコンサートがありますよね。観客は大人の男性ばかり。ちょっと不思議な感じ。声優オタクじゃないかな。VTuber よりかは愛があると思う。ちゃんと現地に行って応援してるから、子供だけでなく、多くの大人がアイカツを見なければならない。飯だけ飲まして、流してる。噛んでないんだよね。いやもう流してるってこういうことだよ。謎の液体を体に流し込んでるね。飲み物が食べ物。言うてこれはまだみんなもう美味しく飲めると思う。ミルクココアがね。今ので600カロリーぐらいかな。今のでご飯1合ぐらいあるね。600カロリー。運動してない人が真似ちゃうと太りますね。これを配信中に1000カロリーかかなりとんでもないこと言ってる自覚ある。筋トレの界隈こんなんだから。聞いたことあるんだけど、生卵10個をそのまま飲み込むっていう。噛んでるだけじゃ時間ないから、毎日こんなにたくさんの食事用ドリンクを飲むことに、それだけの価値があるだろうか。気持ち悪そうだ。美味しく飲んでるつもりであるけど、筋トレしている人は結構間食が多い。こんなんとかあるよ。速攻で飲めるゼリー。気持ち悪そう。いやー、今の食事全然人間だから、5分は生きている。おや問題が発生しました。スチームおかしいぞ。近日中リリース。何が起きてる？更新すらできなくなった。後ほどお試しください。スチーム何が起きた？こいつ何マジで。こんなの今までなかったぞ。回線速度か。こんなキャラクターいたんだ。現実リリース。もうやめてそれ。少し動作怪しいね。やめてこれ。フィルクソングというゲームがリリースされ、スチームをクラッシュさせたからだ。なんだそれ。このゲームが重たいのか。クラッシュ原因。こいつのせいなのか。こいつが何をしたって言うんだ。奇妙な音はなんだ？今音何か鳴ってる？変な音する。反響音みたいな。鳥の笑い声。もうそろそろ朝になったんじゃない？前にそのライブストーリーを見たことがあるんだけど、ナビビアの水の宮だわね。野生生物が訪れる場所じゃない。これ何時なんだろう。夜でも活動してるんだな。逃げた逃げた。彼ら逃げた。びっくりさせちゃって。こうやって喋ってるからね。英語で書いてもいいですか？全然大丈夫だよ。僕はスペイン人の女の子と4年間付き合っていて、彼女の国に引っ越して言葉も覚えたんだ。好きな人のために言語を覚えるってのは聞いたことあるんだ。どういう出会いをしたんだ？韓国語、英語、イタリア語、スペイン語が話せます。めちゃくちゃ多いな。彼女がインスタグラムで僕をフォローしてくれたからスペインを知ったんだ。そんな些細なきっかけで出会ったりするんだね。僕は彼女のことが本当に好きだった。でも彼女は浮気した。その文章を書いてるのが悲しく思える。僕たちは愛し合っていた。だから理解できないんだ。スペインの女の子は文化的にかなり違うからね。文化的な問題なのか。スペインの人がみんな浮気するみたいな。正直なところ、彼らを見ていると短い関係しか求めていない。日本の場合は浮気したらまずいね。悲しいことに僕はまだスペインにいる。なぜ私がまだスペインにいるのか。ちょっとヒーロー。どうしたどうした？来るたびにどこの国の人かわかんない。マッチマン？久しぶりに言われた気がするわ。ロシア人なの？ロシア語訳必要？筋肉を見せる。絵文字の準備できてますか？このサイズと明らかに違うからな。ロシアの女の子は好き。やっぱり自分と違う人種は魅力的に感じちゃうね。イケメンすぎてずっと見てます。外国人、これが一番通じるんだよね。おはよう私の夫。夫ってどういうこと？帽子がない。普段帽子のイメージがあるよね。帽子がない方がずっといい。ヘッドホン汚れるだけ何もいいことない。とても綺麗だよ。本気出したらできるんだよ。普段は省エネ。これに時間かけるより配信早くした方が良くない？たまにこういう日もあるんだよ。黒い背景にしたらもっと良くなる。アイコンに近くなる。毎日その見た目作っても意味ないと思ってるから。一番大事なのはトークなんだよね。見た目って要は技術なんだよね。マッチングアプリ。これだけ配信してそんな時間あるわけないだろ。なんならマッチングアプリで使ったことないからな。どうして？興味ないからだよ。コンテンツ作る人にしか興味ないから。それを実際真似て自分も作るようにしてるから、作品にしか興味ないんだよね。デートに興味ない。デートに興味ないことはないよ。ただ優先度的に配信。この配信も人によってはデートしてるようなもんじゃないかな。顔見るだけでいいみたいなそんな人いるからね。女の子を攻略するよりゲームを攻略するのが楽しい。ショートを作るのに使っている編集ソフトは何ですか？カット編集はダヴィンチリゾルブ。音圧は FL スタジオ。テロップ追加はブリュー。サムネが AVI-UTL。4つの異なるソフトウェアアプリケーション。4つのアプリケーションを使うようにはしているね。ダヴィンチリゾルブとブリューだけでいいと思う。ブリューのメリットはテロップが編集しやすい。FL スタジオは作曲ソフトだからいらなくていいよ。音をでかくしてるだけだから。AVI-UTL。日本人が最初に使うであろう編集ソフト。AVI-UTL は何のためにあるんですか？サムネイルを作るために AVI-UTL 使ってる。あとね、AI 音声とか AI 画像とかあるよ。イラスト用意します。
帽子がない。帽子がない。ちょっと待って、何これ面白いな。このおっさんマジで誰だ？何のポーズ？プロゲーマー参考にしたけど。何の画像だよ。リュウさんは変なやつだね。自分の個性を活かした方が良くない？誰にも真似できないことは積極的に利用した方がいい。筋トレとか健康アピールできる人なかなかいないからね。とても面白い。面白いってかね、アホなんだよね。そんなやんなくていいことをやってるから。だから面白いんだよね。どういう気持ちでこれ撮影してるんだろう。俺居酒屋行った後に撮影してるからね。どういうテンションなの？ジムでコーチの仕事はしていますか？独学でここまで来てるから、コーチの人より知識あると思う。自分より細い人のコーチング説得力ないよね。ジムで他の人を助けているのですか？助けてないね。一人で黙々やってるよ。あなたの経験は他の人の役に立つと思う。誰かをコーチングするような仕事もできるだろうね。でも結局コーチングされてるようじゃ無理なんだよ。自分で学ぶ姿勢がないと続かないと思う。だから俺がコーチングで教えることは続ける方法を教えることかな。こうやって毎日配信することが大事なんだよっていう習慣力を教える。どうやって習慣にするか。順番通りに行動すればいいんだよ。ルーティンを決めたら習慣化できます。筋トレって体質によるから、俺が教えるやり方がその人にとっての正解じゃないから、その人の正解を見つけさせるために、とにかくいろんな種目をやらせて、どれが効果あるかを調べるんだよね。そういう本質的なことを教えたい。他の日本人ストリーマーに役について質問したら暴言を吐かれた。ヤクザってこと？ヤクザって何ですか？わかんない。今の日本では見ないと思う。ヤクザと言うなと言われたのでヤクと書いた。その人結構臆病じゃない？ヤクザって入れ墨っていう文化があるんだけど、日本って入れ墨入ってるだけで店とか入れなかったりするんだよね。だから今のヤクザは入れ墨入れない。表に出ないんだよね。彼は42歳だった。何かされたのか？彼は日本ではこの言葉を使わないと言ってた。悪口がなければ問題ないんだよね。知られてる事実とか話すのはいいんだよ。私は20歳なのに、彼は私を幼児と呼んだ。レアポケモンと遭遇した。珍しいものを見た感覚でいいんじゃないの？日本への愛が一番であることはわからない。好きなゼロブレードガールは人工ブレード。ポピーと呼ばれている。めちゃくちゃかっこいい。デザインが好きなんだよね。ヘナが好き。ハンマー持ってるやつだよね。彼女はとてもおてんぱだ。元気な子がいいのか。性格だったら違うキャラになるかもしれない。活発な性格が好き。性格だったらニアが好きかな。猫の女の子。変身した姿も可愛いし。ニアは居留してはない。胸で選んでないから。日本では JRPG という言葉は実際に使うのでしょうか？日本人は JRPG って言わない。RPG を区別することがないよね。最近のゲームっていろんな形の RPG があるからね。じゃあなぜ今 JRPG と言ったのですか？俺が JRPG っていうのは単性の RPG だね。JRPG は単性だから戦略とかあるけど、アクション RPG だとプレイスキルがあればご了承できるからね。日本で一番有名なのってドラゴンクエストなんだよね。ドラゴンクエストは日本以外では人気がない。確かに人気がないね。日本の異世界アニメに魔王という存在が多いのは、ドラゴンクエストに影響を受けている。チーム見た感じ、JRPG ってついてる作品は単性多いなって感じする。RPG の最初のレトロゲームって有名なタイトルで言えばドラゴンクエストとファイナルファンタジーじゃないね。その時点で RPG の要素って単性強いよなってなっちゃう。昔のゲームは表現の幅が狭かったからね。単性が多いのも納得するけど、今はアクション要素のあるゲーム作りやすいからね。日本の RPG といえばスクエアエニックスなんだよね。持ってるタイトルが単性多いんだよね。個人的には単性の方が好きだ。ゆっくり考えながらゲームしたいよね。クライさんの大ファンですか？昔から見てるから、スマッシュブラザーズも好きだし、ハービーのシリーズも好きだから、ファンになるでしょ。あの人ゲームだけじゃないからな。動画作ったりもするから、ゲームのコラム書いていたりとか。彼が手掛けた主なシリーズはスマッシュとカービィです。マイナーなゲームもあるけどな。パルテナの鏡もか。イットイカラスアップライジンを買った。これはちょっとわかんないな。日本では名前が違うんですか？英語タイトルは何だろう？俺も思っちゃったわ。イットイカラスアップライジンが面白いな。全く違う。今調べたらこのシリーズは日本語では全く違う名前なんですね。全然知らなかった。俺も全然知らなかったわ。面影が全くないんだけど。パルテナって名前ぐらい残そうよ。お互いに新しいこと学んだと思う。最初それ聞いた時さ、イットイカラスアップライジングってなんだって思っちゃった。主役が変わってるから、ウェブカメラを使っていた新人の日本人ストリーマーに、多くの日本人は顔を映さないのに、なぜ彼は顔を映しているかと尋ねたら、彼は自分の感情をみんなに見せたかったからだと言った。それが全てだよね。その意見は共感できるね。声だけで感情を見せるの難しいんだよね。声優じゃないと難しい。歌う人だったり。自分はいろんなことできるタイプだから、一つに特化せずに全てで表現したい。確かに声だけで感情を表すのは難しい。俺が VTuber とかで声で勝負するの想像できないもん。だったら他の強み活かした方がいいよ。同じ土俵で勝負しないんだよ。人それぞれいると思うけど、目指すべきなのは個性だね。ほんのストリーマーの9割くらいは顔出し NG だと思う。周りを気にするような人が多いからね。自信があるかどうかの問題だと思う。彼らは何を心配してると思いますか？自分が顔を出したらどうなるんだろうみたいな。そういうこと考えがちなんだよね。人ってそんな大して考えてないから。そんなことよりも表情を見せることの方が大事だって。全員やんなくてもいいからね。やりたい人だけやればいいんだよ。調べてみるか。匿名文化の根強さ。顔出しがリスクと考える人が多い。炎上したら特定されやすい。大体炎上する理由ってさ、不倫とかなんだよね。俺はその危険性が全くないから顔出せる。その自信があるから。つまり後ろめたいことしてないんだよ。全部公開してるから。俺は人の恨み買うようなことしないから顔出せる。ちょっとした失言で炎上する恐れもリスクになる。俺自分の発言には自信持ってるから問題ない。日本人は
は外見に対して評価が厳しい傾向がある。顔を出す人がいないのはデメリットが大きいからなんじゃない？あと VTuber の文化が出てきたから、顔を出すという必要性が薄れた。VTuber のキャラクター性が日本人に合いやすい。正直、自信の問題だと思うけどな。ライブ配信だけではない。日本人はソーシャルメディアや出会い系アプリなどで顔を隠す。他の国の人たちもずっとね。とにかく筋トレするとしか言えないね。ゴッホという生産性の高いゲームをご存知ですか？ゴッホは 30% オフ。マルチプレイオンライン作業用ゲームです。ゲームとかじゃないのか？俺の配信してるスタイルと相性がいいのかな？自分のアバターどうするんだろう？基本的なアバターは女の子作るからね。だって自分のアバター作るぐらいなら現実でメイクの勉強するからさ、体作りしたりあんま興味ないんだよね。自分の方に力入れてるから。それだったら二次元は理想のキャラクター作る方が楽しいんだよ。ゲーム中にボイスタットはない。一緒に作業してるだけだよね。非常に好評。半年前に発売されたのか。音楽がいいね。俺が現実で作業してるようなことをゲームでやるんだよな。日本初作業用ゲーム。もし気に入ったら音楽をストリーミングで聴くことができる。相性がいいようなゲーム出てきたな。タイマー設定できるのか。俺タイマー設定してるんだよね。右下にタイマーあると思うけど、ポモドーロタイマーっていうテクニック使ってるから、俺タイマー使って勉強してるからね。定期的に休むようにしてるから無理しないようにね。これ買うかな？買いますか？もう買ったね。買ったんですか？一応買ったよ。試しで触ってみるか。即決。もういいと思ったものすぐ買うからな。判断早すぎるよな。BGM がでかいよ。だいぶでかい。ちょっと待って、この画面どうやって戻るんだ？この画面から戻れない。なんか脱いでない？大丈夫？一回閉じたわ。待って、もうキャラクタークリエイターが始まるわ。スクロール遅すぎるな。まずキャラクターを作る必要があると思う。アバターいくつか作れるなら適当に作って自分の部屋も作れる。クリエイティブモードは作れるみたいな。一回合成してみるか。BGM でかい。確かに BGM でかいね。不思議な配信になってるんだけど、俺が邪魔。俺が邪魔っておかしいだろ。待って、俺どうやって戻すの？俺が戻せなくなった。あ、戻ってきた。俺こんな配信しないといけないの？顔出す意味なくなっちゃうぞ。他の人と同じになっちゃう。作りましょう。青みがかってる。めっちゃ長いな。さすがにくせ毛すぎるな。今ここに存在してるから、俺を作る必要がなくて、どのヘアスタイル好き？ロングじゃない。俺がよく描いてんのはロングだけど、髪の毛描くのが楽しいからロング描いてるだけで、現実だとわかんないな。こんなに服あんの？基本的に同じキャラしか作んないからな。特にこだわりないから。グラデーション全然かかってないな。長い髪もいい。大変そうだけどね。アバターを作るのにこんな時間かかなかったよ。長く使うと愛着湧くから最初に本気出した方がいいよ。目閉じないで。キャラクターをクリックしてポーズ変えれる。ポーズ変えれるな。お、いい感じだ。シャオの目してるの。一時的に短いヘアスタイルに変えるであれば、まつげなどを決めることができる。眉でかいな。かわいい。日本人が作るとアニメ寄りになるからね。待って、全部剥がされた。セットとかあるのか。セットはいい。服は組み合わせた方が個性出るかな。キャラクターを作るのがそんなに楽しいとはしなかったよ。自分の好きなキャラ作るの楽しいと思うよ。オリジナルキャラクターとかね。いちいちキャラクター考えるのめんどくさいから、キャラクター統一してるんだよね。一応作れたけど、髪の毛貫通してる。まだ起きてるのか。今日はテストみたいな感じで配信してるんや。本格的にゴッホを導入したから、あれは誰の部屋？マルチ入ってるよ。公開されてる部屋入ったりしてるよ。みんな作業してるんだなって感じはする。なんか今、サイがいるね。徹夜で作業したからね、だいぶレイアウト変わったよね。基本的に自分邪魔だから右側に置かないとね。こんな感じでいいと思う。また配信の環境変えられるとは思わなかったけど、ポモドーロタイマー使う必要がないんだよね。配信でそもそもタイマー設定してるから、見た一緒に行動してる。これは母親と赤ん坊だと思う。これ赤ん坊なの？後ろの方行った。尻と尻を合わせてる。何を待ってるんだ？カメラすごい追ってるな。小さい方には小さな角がある。こんなでかくても赤ん坊なんだ。あんたの髪色が好き。まあ、銀髪だからね。部屋の照明が青色だから青みがかってるけど、ちゃんと配信したら銀髪だよ。ワンパンマンみたいなハゲ。この肉体のことか。一応ね、マッチョだからね。俺の場合はフリーウェイトやってるんだけど、自重トレーニングであそこまでムキムキになるの大変だよな。ワンパンマンは健康的な体してるよ。その代償にハゲてしまっているけど、ベンチプレス250、スクワット275。それもパワーリフトだな。俺はボディービルとパワーリフトやってないから、クソやらないんだけど、筋トレも5年以上やってるからね。そもそも1年続けられる人が少ないんだよね。あなたの PR は。その250って何？キログラムとポンドか。ベンチプレス140キロなんだけど、308ポンド。すごい。俺なりにね、やってる方だからね。競技レベルではない。ただ健康的に筋トレしたいよ。筋腫筋炎です。筋トレしてる人は筋腫筋炎になるよね。そもそも筋トレする前からやってなかったんだけど、パフォーマンスに影響するからね。正直、タバコより先がやばいね。酔った状態で筋トレなんかできないだろ。スイッチでは自分の家をデザインできるゲームが人気だ。スローライフのゲームが多いのかな。やっぱり一番は動物の森だよね。海外だとどの時期から受けてるんだろう。日本だとゲームキューブとか64とか、その時代から動物の森あるからね。海外だといつ頃から知られたんだろう。スイッチとか 3DS で名前が上がったのかな。日本だと昔から有名なタイトルだったけど、子供が受けてるゲームが一番強いからな。スマブラとかで流行ったのか。キャラを知れるいいきっかけになるよな。その頃では動物の森は知られていたのかな。動物の森は世界中で大人気だ。ゲームが得意じゃない人でも遊べるからね。ゆっくり遊べるからね。友達コレクションは街づくりよりかは人間関係を作るゲーム。自分の身近な友人とか職場の人間とかを登録するんだよな。なんなら喧嘩させたりとかもできるゲームだからな。友達コレクションは喧嘩させるゲーム。ストレス発散のゲームかもしれない。知人をいいように扱うからな。今日のロンドンは本当に寒い。だいぶ北の方だよね。イギリスってそんなに平均温度高いのか。マンチェスター。ゲームの大会とかでも聞いたりするんだ。今日は
13度。日本は25度だね。湿度は 66% か。安定した気候かな。俺どれくらいタンクトップでいるだろうな。25度。日本今暑いよ。日差し全然暑いから。余裕で服脱げるよね。そこはまだ夏のようだ。でも急に気温変わったりするから。11月ぐらいにどこかのタイミングで10度ぐらいまた下がるだろうね。羨ましい。日本って北と南で全然気温違うからな。自分がいる地域は中央ら辺だから平均的な気温だと思うけど。でも日本地震が多いね。噴火とかもあるし。英国は確実に秋の気候だ。日本もう秋消えたんじゃないか。今の日本夏と冬しかない。日本は火山列島でしょ。地震とか毎日起きてるんじゃない？自分はそんな体感ないけど。津波が一番怖いよね。地震のイメージで一番最悪なのは津波だから。逆に慣れてるけどな。他の国の人がそれを味わうとびっくりするんじゃない？地震は経験したことがない。本当に怖そうですね。なんか日本人が配信中に地震に遭遇してる動画、そういうの見たら面白いんじゃない？日本だと海外のニュースって銃の乱射とかが流れてくるな。日本は銃がないからね。銃乱射事件はほとんど米国で起きている。イギリスでは一般の人々は銃を持っていない。アメリカの話だね。イギリスは食事の話しか入ってこない。90年代に学校で起きた銃乱射事件をきっかけに拳銃が禁止されたからだ。銃の事件が起きるたびに規制は強化されている。学校系多いな。体毛を剃った。1週間に1回そういう日があるんだよ。ちょうど伸びてくるから、腕の毛とか足の毛とかもう至るところの毛を全部剃った。本当にあんま変わってないか。日焼けはしてるね。常に肌露出してるし、自分が体毛を伸ばしてる姿見せたことないから、頻繁にケアしてるんだよ。また染めたの。メンテナンスするから、眉毛とかも整えたりしてる。普段と印象違うかもしれない。言うて俺前髪長いから眉毛分からないよね。あれだけ働いて誰とも付き合いたくないのか。誰とも付き合いたくないのかってどういうこと？付き合ったら付き合ったら時間なくなるね。こうやって配信もできなくなるかもしれないよ。それをどっちがいいかだよね。俺はバランス守れないからシングルタスクだけど、自分の見た目を整えてるのはただの趣味だから、健康を意識したら自然とこうなった感じする。あなたは誰とも付き合いたくないと言った。誰とも付き合いたくないっていうか、時間の余裕がないね。例えば誰かと付き合ったとして配信する時間なくなったら終わりじゃない。大体配信してる人みんな忙しいから付き合ってないと思うよ。自分のことに集中してるからそういう余裕がないと思うよ。もっと先の話なんじゃない？配信者とか声優とか結婚が遅い人めちゃくちゃ多いからね。ストリーミングで仕事をし、人間関係を築いてる人たちはたくさんいる。正直言うと俺付き合ったことないからそういう話疎いんだよね。趣味でしか生きてないから、なんだろう、優先順位だよね。俺的には一人と向き合うより多くの人と向き合いたいっていう気持ちあるくらい。誰ともデートしていたい理由は何ですか？友達と遊んでる方が楽しかったから興味がなかっただけの話じゃない。趣味が合う人と会ってないだけかも。楽しくないから付き合ってないだけだと思うよ。欲しくて付き合うのは違うと思うから。恋愛感情抱いたことがない。少なくともアイドル活動したことないから。学生時代誰かに片思いしたことありますか？学生の人ってなんで付き合うんだろうね。大体学生時代に付き合う人って別れるよね。それってやっぱり相手のこと見てなくて承認欲求で付き合ってるだけなんだよね。学生時代誰かに刺されなかった。そう聞かれるってことはそう思われそうだよね。いろんな界隈でチラチラといたな。怪しい空気しか感じないから座ってるな。後になって分かるとその人やばい人だったみたいな。人を見極めるのが上手いんじゃないかな。まともな人が寄ってこない。自分が尊敬するっていう気持ちが湧かないと難しいんじゃない？もうそういう人もいるでしょ。別に必要としてない人もいるはずだから。やっぱりこの話の結論って優先順位なんだよ。あと何本ビデオを作るつもりですか？予想できない。動画出してる人は50本ぐらい出してる。俺が編集するとしたら30本かな。これスイッチ版が出るまでに全部出しときたいね。そうするとキッズがたくさん遊び出すから、このタイミングで全てコンテンツ出し切ってたら資産的に価値あるんじゃない？単純に俺が趣味で作ってるから、配信よりか動画頑張んないとね。あと何本魔法少女まどかマギカのビデオを作るんだ。タイトル違うけどな。待って、魔法少女魔女裁判か。翻訳おかしいな。アニメのタイトル出てきてる。えぐい翻訳されてるな。ホラーゲームの方がコスパいいよね。動画一つだけ作ればいいだけだから、ボリュームが長いゲームは大変だよね。ただ動画編集せずに出すだけだったら価値ないから。殺人。このゲームはデスゲームなんだよね。弾丸論破に近いゲームだ。推理して犯人を当てるゲーム。YouTube にアップしてくれる？全部 YouTube にアップするよ。ここ最近よく喋ってるから、雑談のショートとか10本ぐらい作れるんじゃないかな。あと何本魔法少女の魔女裁判のビデオを作るんですか？このゲームクリアしたのが55時間のアーカイブだから、だいたい今ね、6時間を3時間に圧縮してる。つまり50時間の配信のアーカイブが25時間の動画になるのかな。25時間の動画ってなると50本。一度作り出したら最後まで完走しないとね。これまでに何本作った？動画6本出してるね。各ビデオ長さ、動画1本30分ぐらい。うわ、まだまだやることあるんだね。今まで作ってきたからね。前にモンスターハンターワイルズの動画作った時も、18本ぐらいか。あれは42時間ぐらいで作ったね。プレイ時間長いゲームほど大変だよな。これね、あんまりカットできるシーンないんだよね。RPG とかだったらレベル上げとかカットすればいいんだけど、ビジュアルノベルは無駄なシーンがないんだよね。こういう文章カットしちゃうとストーリーわけわからなくなっちゃうから、ビデオを作るの時間かかる。自分はだいぶビデオ時間かけて作ってるとは思う。字幕つけなかったらもっと早いんだけどね。字幕つけなかったら1日2本ぐらい作れる。カットしてサムネ作るぐらいだったらね、この動画編集って俺が復習してるような感じになっちゃうよね。時間ない人からしたらありがたいんじゃないかな。ストーリー追いやすいし、ゲーム復習したいなって人がこれ見たら結構テンポよく動画見れるから、初見とかだったら配信のアーカイブの方がいいだろうけど、タイトルとか考えるの楽しいよね。チャプターとか自分にしか作れないもの作っていきたいね。ビデオをどこに投稿したのですか？ YouTube ですか？基本的に YouTube で投稿してるよ。逆になんか他のサイト
は見当たらないな。候補あるか。ビリビリぐらいか。ショートだったら YouTube と TikTok に上げてるけど、長い動画は YouTube だけだね。配信特化は Twitch とかじゃない。YouTube の配信はただのアーカイブだから、インスタグラムに投稿してるんじゃなかったっけ？インスタグラムはたまに自撮り投稿するけど、正直毎日顔出ししてるから自撮りすることがないんだよね。自撮りするぐらいならもう配信するから。一時期配信できなかった時あったんだよね。パソコンを新しく買い替えた時配信できなかったから、3月とか4月の話かな。その時は配信できない代わりに写真をよく撮ってたね。ショートはいっぱい作れる。とにかく自分の見た目を覚えてもらうことが大事かな。最終的に動画に誘導する。あくまで動画がメインだね。配信してるのは単純に喋る習慣を身につけたいからだね。普段から喋り慣れておいた方が本番で力出せるから、常に本番の気持ちで喋っておきたいね。あなたはこれらのビデオを作るために多くの時間を費やしてる。実際みんなそんなもんじゃない？みんな配信してないからわからないだけで、実際ビデオを作ってる人はこんだけ時間かけて作ってるよ。俺が配信してるからそう思うかもしれない。自分が配信することで動画ってこんなに時間かかるんだって思わせたら勝ちかな。自分がゲーム配信できない理由付けもできるよね。今動画編集してるから。言ったら配信以外で遊んでないよっていうアピールができるね。配信者って裏で何してるかわからないよね。俺の場合は配信外でも努力してるっていうアピールしたいから配信してる感じじゃない。一番やっぱり喋る習慣身につけたいけど、家帰ったら配信することが日常になってきてるよね。まあでもちゃんと健康的だから時間をかけて作るだけの価値あると思いますか？人によって価値変わってくるんじゃない？俺は作りたいから作ってるからね。誰だってそうだと思うよ。俺が動画編集を配信してることで喋る意識を持てるようになったから結構声質は変わってきたと思うね。割とボイストレーニングにはなってるんだよ。配信もせずに黙々と動画編集してると話せなくなりそうだからさ、それぐらい人と会わない趣味してるからね。ボイストレーニング最初の配信と比べてだいぶ声変わってると思う。字幕っていう環境があるのもあるけど、ちゃんと発音しようっていう意識は持てるよね。字幕があるから。本当に半年前ぐらいの配信はテンポ早かった気がする。落ち着いて喋ってないからちゃんと発音が認識できてない時があって、やっぱりゆっくり話すって大事だね。わざとゆっくり話すっていう意識持てることが勉強になったの。発音良くなりましたか？たまに噛んだりしてるけどな。でもそれは気づきだからね。ちゃんと自分で気づけるのは勉強になるよね。最初にスチーム干渉とかしたりするけど、サムネ作る練習にもなってるね。こうやって普段から作る練習してたら、いいサムネイル作れるようになっちゃうから、日本人受けするようなサムネイルだけどね。動画編集ってね、完成になるんだよね。自分がトークした内容、なんでこういうリアクションしたんだろうとか、ここもっと違うこと言えたんじゃないかなって、客観的に見ることで気づけることが多いんだよね。理想を言えば昔と違うセリフを言えたらいいね。同じようなコメントをしちゃうと何も変わってないから、動画の構成とか、このシーンの時はこれを言えばいいんだろうなみたいな意識も持ってるし、俺はそういう風にメリット取られてると思うよ。大体配信しかしてない人はそこら辺気づけてなくて、動画の構成とか意識できないから、動画作れない人が多いね。動画の構成を意識したトークしないと難しいよな。それってやっぱり自分で作るようにならないといけないんだよね。人によって適性が違うからね。それはもう画面の向こうに話しかけてるから、常に動画を意識して話してるね。今こういう会話だって後でショートにするかもしれないし、それを意識して今発言してるね。動画作ってるとそういう意識持てちゃうんだよね。想像してるんだよ。どういう風に拾おうかなとか、編集しようかな。もう動画人間だから。毎日動画編集習慣つけたいけど、いずれ実力がついたら、ゲーム配信だけでいいんだろうね。理想はもう誰かが編集してくれたらいいんだけど、今のところは動画でいいかな。魅力を知ってもらうには動画とかショートで伝える方が効果的だから、配信だけだとなかなか厳しいんじゃないかな。俺としては昔から動画作ってるから慣れてるんだよね。配信ってずっと面白いこと言っていかないといけないから、かなりハードル高いよね。動画だと面白いシーンだけ切り取ればいいけど、いきなり配信ってもっと難しいと思うな。ずっと面白いこと言い続けたって難しいからね。私はあなたと話すのが好きだ。他の人は頑張ってるなとしか思わないと思うよ。実際それが俺の狙いだし、今日は何をしましたか？何をするかこれからなんだよ。寒くなって防寒対策しないといけないから、何から何まで準備が長引いて、それに時間使って大変だよね。どの季節でも安定したいな。本当に。これから散歩するとして、外出る時も時間かかるよね。いつもはこのまま散歩するんだけど、冬になると服を着るっていう時間が追加されるから、夏と同じような感じにはいかないよね。雪やこんこひらがな。なんかひらがなになってない？どうやってひらがなを作った？このソフトは字幕があるんだよ。すべてひらがな。漢字かな混じり。小学1年生。中学生まで選べるかな。どの程度の漢字がいいのか知らないけど。小学1年生どんな漢字なんだ？ほとんどひらがなになるな。さすがに簡単すぎるか。中学生だと大体漢字になるか。漢字は難しい。そんなに漢字勉強してないけどね。やっぱり一番覚えたのはアニメとか漫画とかじゃね。語彙力を覚えるのは本読むことだからね。漫画を読み始めた。漫画だったらイラストがあるからイメージしやすいもんね。本を読み始めたが難しい。漫画って作品によっては漢字なのに英語の振り仮名ついてたり、変な使い方してるんだよね。ゴムゴムの銃って書くのにピストルって書いてるからね。漫画の表現だよね。意味わかんない。日本って当て字があるからな。普通の読み方をしない言葉がある。当て字、当て字。あなたの仕事は何ですか？忙しい人のために動画作ってるから趣味だよね。昔からやってるんだけど、学校帰りとかも動画編集ばかりしてたからね。それが変わらないんだよね。記録として残すのが好きなんだよね。自分が今やってることが何に繋がるとかは全く予想つかないよね。俺としては意味のないことはないと思ってるから。例えばプロゲーマーとか引退
敗したらすぐキャリア捨てて普通に戻るでしょ。それをコーチングに活かしたり、ゲームを広める活動をしたり、ストリーム活動したりとか、そういう方向にシフトしていけばいいのにね。そのやり方を知らないだけか。何かしら自分の経験って何かに活かせるんだよね。例えば今自分がこうやってやってることが、もしかしたら誰かの動画作れるようになるかもしれないしね。今は自分のためにやってるけど、それはできると思う。周りがどう思ってるかは知らないけど、自分のやりたいこと優先するのが一番だと思ってるから、例えば筋トレしてたら、この種目やった方がいいよねとか、おじさんとかに言われるんだよね。でも自分の信じるやり方を続けたら、結果的にそっちの方が筋肉ついたよね。その気になればあなたにはスキルがある。時間の使い方だよね。あなたがビデオを編集してるときは迷惑だと思うから申し訳ない。このビデオは期限ないから。それより話すことの方が自分にとってメリットがあるから。だからこうやって手を止めてるだけだよ。暇な時間に作業してるだけだから。編集作業、同じ音声を何度も聞くのはイライラする。そう思う人もいるだろうね。自分が今やってることは伝えた方がいいかなって。例えば、この画面のまま作業するとして、ある程度は無言になっちゃうと思うんだよね。その時に何をしてるか伝えないと、ただ黙ってる人のように思われちゃうから、本当は結構喋れるのにね。この配信のメリットあるとすれば、自分が今何やってるか伝えやすいから、次いつゲームやるだろうな、みたいなのを予想できるんじゃない？理由付けしてるだけかもね。今自分は編集してるからゲームできませんみたいな。頑張って面白く伝えたいけどね。動画編集なんて簡単なんだから誰でも始められるよって。モチベーション上げてくれたらいいけどね。この配信のメリットは、リアルタイムで俺とコミュニケーションできるのと、自分のスケジュールが伝えやすいぐらいじゃない？俺だから SNS とか連絡遅いんだよね。だって今も配信中スマートフォンとか全然見てないし、通知すらならないから。基本的に俺連絡遅いんだよね。だからもっと俺とスピーディーに連絡し合いたいなら、配信で話すしかないよ。自分が会話する場を作ってるだけかも。動画作るのに忙しいから。本当に文章で送り合うよりこっちの方が早いから、SNS の返事とか結構遅いんだよね。だいたい X とか1日1回しか返事しない。忙しそうだね。みんなから忙しそうと言われるんだよね。さあ自分のことでいっぱいだもんね。自分が配信始めたきっかけは、自分がなかなか返事できないのが嫌だったから、配信した方が効率的なんじゃないかなって。まとめて相手できるから。こんにちは。英語で書いてくれると右上日本語になると思うけどね。それではテスト出ますね。これだったら自分だけじゃなくて、他の人も翻訳見えるようにしてるから、いい道具。他の人にも翻訳分かった方がいいからね。逆はできるのかな？日本語のコメントを逆に英語にするとか、試したことないな。多分できるわ。なんか思いつっちゃったけど。来るたびに環境変わってくると思うけどね。私は疑問に思う。あなたは日本語に設定してるから、日本語で書いても英語で書いても日本語になると思う。一回やってみるか。次は英語になるんじゃないかな。見てみましょう。一応変換されてるね。どっちもできるんだよね。どっちも設定したらどうなるんだろう。同時に表示されるんかな。待てよ。こういう感じになるんだ。いいこと思いついたかも。日本語は英語の文章。英語は日本語の文章。今設定した。これ多分、いちいち俺が触らなくても勝手に翻訳されると思う。俺何も触らないから。英語は変換されてるみたいだね。日本語の方はどうかな。最強だな。こんな機能あったんだ。あなたのおかげでいい機能見つけたね。ところでアメーバピグというゲームやったことありますか？存在は知ってるけど、世代じゃないから知らないね。ガラパゴス携帯系のゲームはやったことないな。2013年くらい。あの頃はよくプレイしたものだ。あれはコミュニケーションツールだよね。ゲームとかもできるのかな？何やってたんだろう俺。自分が最初に始めたのは X だから、まだ Twitter なのに。俺は X って呼ぶようにしてるから。Twitter って名前呼ぶときちょっと戸惑うんだよね。Twitter の方が好きだ。匿名感が強いからね。アカウント作りまくれるからね。リアルなアカウントとかも作れるし、ネットのアカウントも作れるから、その目的によってアカウントを使い分けられるのがメリットだよね。自分の場合はメインのアカウントしかないんだけど、自分の名前本名だからネット用のアカウント作ったことないんだよね。本名のままアカウント作っちゃってるから、最初に使った時から同じアカウントですか？アカウントは変わったりしてるけど、名前は一切変わってない。もう昔からずっとデューっていう名前使ってる。変えた理由とか、ツイッターバグったりしたからね。ハッピーハロウィン。今日10月最後だっけ？でも今なら言っても大丈夫だ。日本だったら、スプレの文化あるね。毎年何かしら事件発生してるけど、Google 遊べるパックマン。Google がどうしたの？ハロウィン仕様になったってこと？確かにパックマンやってるな。なんでパックマンなの？バンダイナムコとコラボしてるってこと？ハロウィンがテーマなんだ。パックマンのハロウィンバージョンゲームあるね。やってみるか。これか。ゲーム開始。落としさ。これ原作と同じじゃないの？どうやって攻略していけばいいかわかんないんだけど。敵に触れたらダメなんだよね。敵食べないといけないの。これ逃げるよね。食べた方がいいのか。食べる瞬間重たいな。まずい。パワーアップが切れた。時間考えてなかった。パックマンって性格あるんだよね。普通に向かってくるやつもいれば、回り込んでくるやつもいるんだよね。これだんだん敵早くなるのかな？何を優先した方がいいんだろう？一回帰らした方がいいのか？待って、帰ってきてる。真ん中回収できるかな？待って、危ない。こっち来ないで。やばい、死ぬ。あと1個。まだ体力あるわ。いけた。まだあるの？これ残した方がいいよね。ピンク向かってくるな。あんまりパワーアップアイテム取りたくないな。パチパチだね。待って。意外に囲まれるな。よく作られてるな。ステージ8個まであるぞ。あれまだアイテム残ってるけど。敵が湧いてくる位置変わってるな。こいつ、待って、かすってる。それ触れてるの。シンプルだから楽しいね。8つのレベルがある。8個レベルあるんだね。今レベル3だけど、だんだんスピード上がるよね。ピンク大丈夫か？うわ、なんか右から来てる。ライフ2つまでか。何これ？上にずっと Google 出てるな。これまだ簡単じゃないか。待って、来てるやついる。普通のソーセージいる。ステージがハロウィン仕様なのかな？待って、これ回収するか。待って、どっち先？危ない。左から回収すればいいかな。
あ、待って、帰ってくるのこいつ。あれ敵って振り返ってくるの。後ろ歩きしたんだけど。意外にシンプルだから楽しい。待って、帰ってきてる。待って、左から来た。死んだ。ゲームオーバーした。いよいよ日本も寒くなってきた。今日はジャケットを着ている。外出るとき、服着るのがめんどくさいから、このまま外出るようにしてるんだよ。散歩するとき着替えがめんどくさいから、室内は24度かな。特に暖房とかかけてないんだよね。パソコンの暑さで部屋が暑くなってる。窓全開にしたら19度とかになるな。とにかく風が冷たいよな。本当ですか？今は電気代使わなくていいからいいの。でも寝るときは暖房かけるかな。朝起きたとき、部屋の温度やばいことになってるから、昼とかは寒くないけど、朝7時とか起きるときは本当に寒い。対策しとかないと、布団から出れないくらいには寒いね。毎日同じもの着てる。同じ服が何枚かあるんだよね。今朝瓶の中でカラフトグモの成虫を捕まえた。今それをどうしようか悩んでいる。私の住んでいる地域で最も危険な毒グモである。これがカラフトグモ。このクモを輸送してもいいですか？なんでやねん。そもそも虫を輸送できるのか？このクモの体は滑らかで黒く毛がない大きな尻と小さな頭を持っている。足は細くて大きい。前足は2本とも長い。虫よく捕まえられるよ。俺だったら虫触れないね。毒とか大丈夫なの？された場合、クモに感染する可能性低くない？昆虫採集が趣味なの。今の時期どんどん虫とか減っていくけどね。日本だったら南の方にでかいクモとかいるけどね。どの地域にいるのかと尋ねてるのか？ロシア語使ってるのかな？私はキルギスに住んでいる。ちゃんと翻訳されるんだな。君を覚えてるよ。人気の VTuber だね。サメの女の子のアバター持ってる。人気な VTuber ってどういうことだよ。サメの VTuber ってもう引退したんじゃないのか？俺は顔出しだからね。日本人は VTuber 多いよね。ちなみに私のニックネームは猫ニャンを作ったかが猫なんですか？私の本名は鈴木ペドロビッチ。はじめまして。発音合ってるのか？自分の名前はデューだ。本名で活動してるから。親から呼ばれる名前をそのまま使ってるね。まあ俺が話してることってどの言語で解釈してるんだ？英語は読めない。ロシア語で書いてます。こんばんは。ハロー。どこの国の人だろ？いろんな国来るからね。ドイツ。みんな時間帯違うね。ロシアって場所によっては寒いよね。どれくらいの寒さかも体感できないけど。正直なところ、私は日本に行くのが怖い。聞いたところによると、日本は突然津波を伴う強い地震に見舞われるかもしれない。それは一部の地域だけじゃないかな。都会周辺に住んでおけば問題ないんじゃない？そんなに津波に怯えてる人はいないと思うけどね。私はロシアに行ったことがない。今は16度の暑さ。場所どこだ？ロシア語使ってるよね。ロシア語使ってるのにロシアにいない。ロシアに行ったことがない。すごい人生だな。俺は日本語しか使えないから、いろんな国からの視聴者が欲しい。会話する機会がやられたらいいなって思ってるから、日本人よりかはアクティブに会話してくれるね。キルギスといった国々では、人々はロシア語を話す。確かにロシア語を話される国いっぱいあるな。ここら辺もロシア語使ってるんだ。インスタやってないか？インスタやってるけど積極的にやってないよ。たまに X で自分の自撮りを撮るときに一緒に投稿するぐらい。自分を写真で撮るくらいならもう配信するから、YouTube のサムネイルの写真でなんで乳首がない？そんなに乳首が気になるものなのか？まあでも、絵頭って人でも乳首隠してるから、違うけどちょっと変じゃない？隠してるんだよ。素材とかいっぱいあるよ。男性の乳首の動画を YouTube 投稿するのは実は問題ない。フィットネス目的だったら問題ないよね。ただ Twitch はダメなんだよね。画像いっぱいあるけど、全部乳首隠してるから、別に見せなくてもいいだろ。そういえば YouTube でボディーアートを検索してみてください。きっと驚くと思う。体にペイントしてたら出せるんでしょ。肌の色を青くしてたら出してる人いるよね。その中から選んでるんだよね。同じサムネイル使いたくないからね。普通こんなに写真用意しないだろ。筋トレ趣味だからね。Twitch では女の子をブロックすることはほとんどない。正直あなたは女の子と間違えられるかもしれない。あなたは Twitch のブロックを防御するオーラを持っている。一応メイクしてるからね。今筋肉あんま見えないし、そんなボディあると思わない。合成に見えるか？こんなボディある見えない。ところで彼女はいるんですか？みんな聞いてくるよね。その話題については散々話してるんだよ。着替えてくるわ。これで体格わかるかな？背中の筋肉とか見えるでしょ？わかる？服着たら着痩せするんだよ。ターゲットオーディエンスは誰？おじさんじゃない？ RPG のゲームが好きだから。おじいちゃん。とにかくオタクに刺さるかも。アニメとかゲーム好きだから。でもかっこいいでしょ？彼女をターゲットさせもっとレベルできない。俺が作ることになったらもう配信できなくなっちゃうぞ。より多くの視聴者を獲得できる。今のところメインは動画だから、いつガールフレンドを作るつもりですか？今はゲームがガールフレンドだからね。筋トレする時間作れるかな？自分の時間があるからこそ今の見た目作れてるから、そういう時間を作っちゃうと今の自分が消えちゃうかもな。今は深く考えてないね。今はとにかくゲームやって動画作りたいっていう気持ちしかない。もしあなたが自立しているなら女の子を探しているのではなく男を探しているのだ。なんかすごい押してくるね。ところでなぜロリコンが日本で一般的なのだろう。アニメが流行ってるから、だいたい日本のアニメって登場人物が18歳以下なんだよ。中学生か高校生くらいの年でしょ。それなぜかっていうと、高校2年生っていう設定の方が先輩もいるし後輩もいる。タトゥーは似合うよ。でもデメリット大きい。日本でタトゥー入れちゃうとジムと温泉に入れなくなる。なぜ日本のジムではタトゥーが好まれないのか。文化じゃない。昔は入れ墨を入れてる人は悪い印象しかないんじゃないか。おしゃれでする人がいないんだよね。俺は全然
別は海外でおしゃれする人見ていいなと思うけど、ここではタトゥーに意味はない。体に絵を描くだけ。普通は女の子がタトゥーを入れる。誰も何も意味を持たさない。飾りみたいなもの。でも献身を示すデザインもある。自分の意思としてタトゥー入れるのはいいと思うけどね。タトゥーには人の意思のようなものを感じる。自分は芸術とか好きだから、曲作ったり絵とかも描いたりするからね。リアル筋トレですか？ネット筋トレとかないだろ。何が筋トレされるんだ？筋トレのゲームかと思った。ゲームでポチポチやるぐらいならジム行った方がいいだろ。クリックしてポチポチしても筋肉つかないから。ジムってマシンとか追加されていくからさ、そうなるとね、自分ができること増えていくんだよ。だからその度にメニュー組んだりするんだよね。